皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型は今回矢倉戦です。先手矢倉に対して後手番の私がですね、急戦矢倉を仕掛けまして、戦型で結果から言いますとね、私の急戦矢倉がうまくいきましてね、先手矢倉を攻略して勝ったという内容だったんですけれども、特にね、矢倉堂の方からするとね、やはりどういったところが、勝負のポイントだったのか、あるいは最近はですね、先手矢倉に対して後手番の急戦策というのは非常に強力でですね、その対策にね悩まれているという方も多いと思いますので、どういったところに注意して駒組みを進めれば、後手の急戦矢倉に対してね対応できるのかといったところもね含めまして丁寧に解説していきますから、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私が後手番ということで、将棋ウォーズ対局編の方のね動画とね前後逆になってしまいますけれども、合わせてみることでね、皆さんねぜひね参考にしていただければなと思っております。先手7六歩、後手8四歩、私ですね。で7八銀に、3四歩、そして6六歩、6二銀と、で1六歩、1四歩。そうですね、実はここまでは、振り飛車をね、匂わせるようなね先手の形ですよね。ここで6八飛車と回れば、四間飛車の形でね、居飛車対四間飛車という形になったと思うんですけれども、本局はここから5六歩と引きまして、5四歩に5八金と、5八金右ですね上がることで、これでねもう5八金右と上がるともう居飛車が確定ですね。でここで私のは8五歩とつきました。この8五歩はですね、先手が、まだ雁木の可能性もあるんですね。雁木と言われる形、例えば具体的にですね7七角と上がって6七銀から7八金という雁木なのか、それとも本局のように7七銀と上がって矢倉なのかというのをね、早く決めてくださいよという手ですね。はい。で実戦は7七銀と上がったのでね、矢倉の形が確定しましたね、先手の方はね。で私の方は、7七銀に対して、3二銀、そして、7九角と、そして4一玉。そうですね、これですね、何気ない序盤戦なんですけれども、次の手がね、これねちょっと有段者向けの解説なんですけどね、次の手がちょっとねもう早くもちょっと危険というかね、少しリスクをね抱えた手だったんですね。ここではですね、6七金と先に上がるとかですね、後手の出方を見たかったような気がしますね。例えば6七銀と上がって4二銀なら4八銀と上がってね、金銀の動き箇所を優先するわけですね。でもし後手が本局のように急戦をしてくる場合には7八金とね、この矢倉通常形、あえて通常形という表現をするんですけど、この形で受けた方がね受けやすいんですね、実は急戦に対してはですね。実際はですね、この状況で6八玉と上がったんですね。でこれはですね、この部分だけ見るとですね、早囲いという手、実は将棋王座今まで私もね早囲いの将棋を解説してきたと思うんですけど、こう玉寄って玉寄って金上がって金上がって、でメリットとしましてはここまで組めた時に、先手はね角を引いて角を動かさずに王様が早く囲えるっていうのがね、早囲いのメリットなんですが、問題はですね王様が上を移動するんですよね。王様下6九ではなくて上のルートで移動しますので、本局の急戦の時にねちょっと受けにくいんですよね。受けにくい、王様が相手の攻め駒に後手の攻め駒に近いというのがデメリットになるわけですね。ですのでこの局面で玉上がってね、もう何がもう攻められて危ないのかっていうのは見えてこないんですけど、将来的にリスクを抱えた手になったわけですよね。ですのでここではちょっと繰り返しなんですけど、1回6七金7八金、ですね、あるいは4八銀2六歩とか、ちょっと早囲いのルートを残しつつ後手の出方を聞いて、で後手がもし急戦をしてこないんであれば王様早囲いにするっていう組み方の方がね、慎重な駒組みになるんですね。これちょっとすみません、非常に難しいと思うんですけど、端的に言うと急戦に対して早囲いが危ないと覚えていただけるとすごくいいですね。で後手の急戦が消えた時に早囲いを目指しましょうという覚えるとねいいと思います。実際は6八玉とね上がって、これですと、私の方がおとなしく持久戦にしてくれればねもちろんいいんですが、本局に見られるように急戦策がね来るわけですね。7四歩とついて6七金に4二銀と、そして7八玉に、そうですね、ここが私の後手の方の分岐点で、この角を
このままの状況で使う、ね、戦いを起こすのが、まあ、一般的な急戦策です。ここで3三銀として3一角と引けば、まあ、持久戦策、まあ、じっくりとした駒組みです。まあ、この駒組みであれば早囲いでも十分対応できるかなという感じですね。ただ実戦はここで6四歩とね、この角をもうラインを使ってね攻めていこうということですね。で6四歩に対して2六歩とついてね、攻めの形を作ったんですけど、6三銀と上がります。そして先手4八、まあねここだけ見てると全然悪い手を言っても指してなさそうなんですけれども、7三桂と着々とね駒組みをね続けていきます。で7三桂に対して次の手もねちょっと危険な手だったと思いますね。まあ、ここでは、まあ、2五歩と飛車先の歩を伸ばすのを優先したかったですかね。で例えば一例を挙げますと本と同じように5三銀なら2四歩同歩同角とね角を交換して早めにこの角をね4六ここにね角を引くのがね一つ、まあ、受けの形なんですよね。ここに引いておけば6五歩とはもちろん突きにないですし、まあ、飛車馬でもね間接的に睨んでますから攻めをかなり牽制できるんですよね。ただまあここに角がいたからって全て抑えきれるわけではなくて、例えば後手の方から4四銀から5五歩とね今度はこの角をめがけて攻めてくるような手があるのでね、まあ簡単ではないんですが、ただ実戦はですねここで、4六歩とねついたので、この手はですね4六に角出る切り札をこう自分で消してしまったんですよね、先手がね。4六から4七銀っていうのはまあこれもね難しい。先手の形だけ見ればすごくいい形なんですけど、後手は急戦に対する相性が良くないんですよね。こういうのがね非常にお伝えしにくいというかね、普段指してて、まあ、非常にいい形なんならねプロの棋士もこういう形指してたぞと思うかもしれないんですけど、常にやはり相手との形の相性なんですよね。まあ、実戦は4六に対して5三銀と攻めの形を着々と急ぎまして5三銀に2五歩とついたんですけど6五歩といよいよね開戦していきます。これはねなかなか破壊力のある形で飛車角銀銀桂ですからね、もう4枚で5枚でですね5枚で攻めてますから非常に破壊力があります。まあ、実戦同歩同桂と飛びまして、まあ、この時にね銀が下がると6六歩と打たれて、これは痛すぎますよね。角が効いてますから、この形になっちゃうとねもう何にもできなくなっちゃうので、まあ、6六銀と上がったんですが、まあ、そこでね一回5二金となります。まあ、これで桂馬を取られても香車も取れますし6四歩でね銀を取ることもできますから、まあ、うまくできてるんですね。これ桂馬が取れないと先手はね。で、4五歩と。ただこの手は最善手だと思いますね。先ほど言ったここに角を来る形を作りたいんで、ただこの1手2手がねそれほど有効な手じゃないので、この手をつかないでねダイレクトに出た方が良かったんではないかなということです。4五歩と継いだ手に対して、8六歩とつきました。で同歩同飛車8七歩8一飛車とね、これがね結構気持ちのいい。歩を交換しながら下段に引くことで、まあ、将来的に角がここに来てもね桂馬も飛車も逃げた形になっているということですね。まあ、実戦は2四歩と先手も対抗して同歩同角2三歩にね4六角と。そうですね、この角の位置はね高所なんでね先手も少しずつね守備の体勢が整ってるんですけれども、6四銀左とねなんかね2枚落ちの銀盾のような形なんですけど、この形がね非常に迫力がある形でしたね。で実際この4七銀と上がりました。さあもう何気なくね駒組みがこうお互いに普通の手を指しているように見えるんですけど、実際はねもうこれで形勢が実は後手がかなり優勢になってるんですね。まあ、これがこの何ですかね野球戦矢倉の恐ろしさというか、この王様の位置がねやはりとっても悪いんですね。これ実はこれこの形こうなってるとまあそんなに一気に悪くなるってこともないかもしれないですね。こう早囲いでこのルートで来たことによって、まあ、1手2手と1手2手通常ルートとの違いなだけなんですけど、王様が7八にいることによってこのね攻めの駒に近いんですね。それがもうとっても大きいんです。でこっからねまあ攻めの、手筋というかね、急戦矢倉側のねもう手筋の攻めがね、炸裂します。まず7五歩と、この7五歩はね放っておきますと7六歩と普通に取って、次は6六角同金7七、さすがに次はこう切って銀打てばね、あっという間に、この時も明らかにね金が上か下かで全然違いますよね。で7六歩取り込まれてからね
同金と取っても今度はね7五歩と打たれてみるとこれもねものすごく駒が直射してますから受けが難しいですね。ということで先手は7五歩に対しては同歩と、取ったんですがまあね何気ない局面なんですけどねここからねもう3手1組の攻めがね決まります。8八歩とこれがねめちゃめちゃに厳しい手なんですよね。でもうこう桂馬が逃げますとね、同桂成と普通に取って、同銀に歩を成ったぐらいでね、次また6五桂とか攻めがありますし同玉だとね飛車が成られてしまいます。で8八歩にね桂取りですから桂馬が逃げるか同玉と本局で取るしかないんですけどね。さあこれはね次の一手のようなね手が炸裂しましたね。一発8六歩と打ちまして、で同歩の時にねこれも実はもう2通り3通りも結構もういろんな攻めがねヒットする状況です。一つはもう飛車をバンと出てしまって歩を打って6六飛車とやってもこれも痛烈に駒が決まったんですね。同金同角となれば王手飛車、あるいは角を切って同金に8六飛車でも11飛車そしてですね第3の手段が、本局の手ですね。7五銀とねこれも痛烈な一手ですよね。8八歩同玉とやらして7五銀でね角がこう皆さん見てくださいねこの角のラインがめちゃめちゃ痛烈。もう急戦やからとにかく角の利きが命です本当にね。もちろん飛車の力も大きいんですけど角を使う意識で出すっていうのはとっても大事ですね。これはねもう定跡書などではこれで決まりというねお手本のような形になりましたね。でね繰り返しになるんですけれどもこの玉と金の形が逆ならばね例えば8八歩同金ってこういう形になったとしてもね少し受けやすいんですよ。これでもかなり危険な格好でね、攻めは続くんですけど幾分やはり受けやすいんですよね。王様が上であることがリスクだよというのはもちろん6八玉と指した局面では見えてこなくても将来的にねこういう形これ一番まずくなってしまったパターンなんですけれどもこういう形になることがねあるよということなんですよね。ですので早囲いというのはね無事に組み上がれば得なんですけれどもリスクも抱えたことを覚えていただければなと。もうこうなってしまうとねどんな受けの達人を連れてきても受けは難しいです。もう飛車角銀桂がもう急所に刺さってますんでね実戦は5五歩と、角道を止めたんですけれども6六銀と銀を取りまして同金に8六飛車とねもう痛快というかね痛烈ですよねと出たところで先手の方のねたまらず投了となりました。この局面は詰んではいません。もう8七歩と打てばね詰みはないんですけどもう空目の金をね飛車でボロッと取られてしまってさらに金取りですしこれはねもう先手の攻めが後手の攻めがね止まらないということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。戦型がねご覧いただいた通り矢倉からの急戦矢倉ということでね今回の将棋は本当に難しいところがねあったんではないかなと思うんですよね。一つにはね将棋というのはある程度強い有段者レベルになってきますとね一手一手の指し手が悪いというわけではないんですけれどもその指し手の組み合わせですよね。相手との陣形の相性ですね。今回は急戦矢倉に対する先手のね早囲いというのが非常に危険なねリスクを抱えた形というのがねもろに出てしまいまして私がね押し切ったという内容でした。矢倉があまりね攻められちゃうから矢倉はねどうしても嫌だよっていう方にもねぜひ急戦矢倉に対するね考え方などもね参考にしていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンをチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたさようなら。